今日はルームツアーの動画になります。物件は新築の物件で昨年の8月に竣工した物件になります。玄関入ってすぐ洗濯機があり、その上に洗剤柔軟剤を置いています。ドリンクサーバーの容器を洗剤など入れて使っています。洗濯機の上に置いてあるカゴはダイソーで購入しました。カゴの中にはバスタオルとハンドタオルを入れています。タオル研究所のタオルはふかふかで気持ちよくて全部統一しています。玄関入って左手がお手洗いになります。お手洗いにも小さなドライフラワーとトトルトというおもちゃを飾っています。玄関入って右手には洗面台と浴室です。洗面台のタオルも先ほど登場したタオル研究所のタオルです。キッチンスペースはお部屋の中で一番気に入っているスペースです。よく使う調味料をダイソーで購入した瓶に詰め替えて置いています。ラベルシールを貼るだけで100均の瓶が高見えするのでおすすめです。塩コショウを入れる容器は IKEA で購入しました。キッチン用品はステンレスで揃えています。お部屋に入るとトイストーリーのおもちゃたちが出迎えてくれます。以前動画でも紹介したのでぜひ見てください。こちらが 1LDK のリビングです。カウンターバーで朝ごはんを食べたりお仕事をしています。スマホスタンドは LINE ショップで購入したものです。携帯をいつも支えてくれています。
L 字型ソファーを置くことが憧れで、ここでよく映画を見ています。センターテーブルは床の色に合わせて木目調のものを選びました。ドライフラワーを置くことが好きなので、フラワーベースもたくさんあります。部屋の隅にドライフラワーを飾っていて、お気に入りのスペースです。ドライフラワーで隠しているこのボックスは Wi-Fi ルーターです。配線などの生活感を隠すため、ドライフラワーで隠しています。お部屋の真ん中に仕切りがあり、リビングと寝室に分けることができます。ベッドに枕は置いてなく、クッションをたくさん置いてます。部屋着はジェラピケを着ていますが、季節的にそろそろ変えないといけないところです。ハンガーはすべて同じもので揃えています。ゲームなどの配線は配線カバーを使い、生活感を見せないようにしています。テレビは部屋に置いてなく、プロジェクターを使っています。以前テレビを置いていましたが、テレビを見なくなったため実家に譲りました。プロジェクターは100インチになるので、ここで見る映画の時間が大好きです。今見ている映画は Netflix の桜のような僕の恋人。最近見た映画の中ですごく良かった映画なので、ぜひ見てください。ということで、ルームツアーの動画いかがでしたでしょうか。動画で紹介した購入品はすべて概要欄に貼ってありますので、ぜひ見てください。また、今回初めてナレーションに挑戦してみました。ぜひコメントでも感想を聞かせてください。
また次の動画も楽しみにしてくださったら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。